マイの日本語ポッドキャスト。こんにちは。マイの日本語ポッドキャストへようこそ。マイです。皆さんお元気でお過ごしでしょうか？私は元気です。はい、皆さんちょっと聞きたいことがあるんですけど、皆さんは日本の映画や小説お好きですか？今日のテーマを始める前にね、私が本当に大好きな日本の名作映画を一本ご紹介したいと思います。はい、今会いに行きますっていう映画なんですけど、皆さん見たことありますか？この映画は2004年の作品なんですけど、海外でもたくさんリメイクされていて、小説とかドラマでも本当にすごく有名なので、知ってるよっていう方も多いんじゃないかなって思います。で、内容を少しお話しすると、主人公の相代匠は1年前に最愛の妻ミオを病気で亡くして、一人息子のユージと一緒に暮らしていました。で、ミオは二人に1年経ったら雨の季節にまた戻ってくるからねっていう言葉を残して亡くなったんですね。それで本当に1年後、雨の季節に記憶を失ったミオが二人の前に再び現れる。そういうストーリーなんですけど、もうね、これが本当に切なくって、でも温かいファンタジーラブストーリーなんですね。で、私は今までこの映画、本当に何回も見たんですけど、もう毎回見るたびに大泣き。うん。もう本当にもう感動しちゃって感動しちゃって、毎回大号泣ですよ。そう。で、私の、旦那さん、皆さんもご存知だと思いますけど、韓国人なんですけど、この映画がね、旦那さんもこの映画、本当に大好きなんですよ。それで、今までもう数えきれないくらい見たって言ってましたね。うん。もう、その映画のセリフ、ほとんど覚えてるって言ってました。そう。で、私たち夫婦はドライブが好きなんですけど、たまにね、こう、少し雨が降ってる日でもドライブに行くんですよ。で、その時に旦那さんが必ずと言っていいほど、この映画の OST を流すんですね。もう本当にそれくらい大好きなんですよ。そう。なのでね、この映画の主人公の竹内優子さんが亡くなった時は、本当に悲しかったと言っていました。うん、もちろん私も本当にショックだったし、すごくびっくりしたし、うん、本当に悲しかったですね。はい。ね、本当にこの、今会いに行きますっていう映画はね、本当に感動するし、素敵な映画なのでね、まだ見たことないよっていう方はね、ぜひ一度見てみてください。そして、この映画の中でとっても大切なキーワードになっているのが、ミオが戻ってくる雨の季節です。で、日本ではこの時期のことを梅雨って言います。ということで、今日のテーマはですね、この日本の梅雨についてお話ししていきたいと思います。実際、日本はちょっと前に梅雨入りしたそうです。で、この梅雨が始まることを梅雨入りと言います。はい。それでは、今日のポッドキャスト始めていきますので、ぜひ最後まで聞いていただけると嬉しいです。そして、この前の日本語ポッドキャストではメンバーシップもやっています。興味がある方はぜひ概要欄をチェックしてみてください。はい。ではまず最初に日本の梅雨についてなんですけど、日本の梅雨は地域によって少し違いはあるんですけど、例えば東京や大阪あたりでは
だいたい6月上旬から中旬頃に梅雨入りして、7月中旬頃まで続くことが多いです。だいたい1ヶ月から1ヶ月半くらい、雨や曇りが多い日が続くっていう感じですね。でも、梅雨だからといって、毎日ずーっと雨が降っているっていうわけではありません。何日か雨が続いたと思ったら、もう急に晴れて太陽が出る日もあります。で、こういう、梅雨の合間に晴れる日のことを梅雨晴れと言います。でも、晴れてるからといって油断はできないんですよ。梅雨の時期って本当に大変なのが、雨そのものよりも湿度なんですよ。気温が高い上に空気がジメジメしているのでね、もう雨が降っていない日でも、もう外に出ると、空気がもわーんとしていて、もうすぐに体がベタベタしてきますね。うん、で、日によっては息苦しく感じることもあります。なので、日本の梅雨は雨が多い季節っていうだけじゃなくって、湿度や蒸し暑さとも付き合っていかなければいけないっていう、そんな季節なんですね。あと一つ面白い話があるんですけど、日本の多くの地域では6月になると雨や湿気に悩まされるんですけど、実は北海道には梅雨らしい梅雨がないって言われているんですね。この時期の北海道は本州に比べると比較的涼しくってカラッとしている日も多いんですね。で、このカラッとしているっていうのは、湿気が少なくって空気が軽いと言いますか。もう空気がさらっとしている感じのことですね。なので、6月になると、東京とか大阪のジメジメした暑さを避けるために、北海道に旅行に行く人もいます。同じ日本なのに場所が違うだけで、こんなに気候が違うって、ちょっとね、不思議ですよね。一番はね、北海道にふらーっと行けたら最高なんですけどね。でもやっぱり皆さん仕事とか学校、日常生活がそれぞれあるわけじゃないですか。そうなるとね、なかなかそう簡単にはいけないですよね。で、私は韓国に来る前、東京に住んでいたんですけど、この時期になると毎年地味に困ることがいくつかありました。で、多分、日本の大都市に住んだことがある人だったら、うわー、わかるわーって、共感してもらえる梅雨あるあるかなって思うんですけど、まず、一つ目がビニール傘です。日本ってコンビニで売っている透明のビニール傘を使う人が本当にすごく多いんですね。で、みんな同じような傘を使っているので、レストランとかカフェの入り口に、だいたい傘立てが置いてあるので、みんなそこに傘を入れるんですよね。そうすると、もう誰かが自分の傘と間違えて持って帰っちゃうみたいな。こういったことが本当によくあるんですよ。もう私も、もう何本ビニール傘持ってかれたかわからないぐらい、そう、今まで何回もなくなりましたね。うん。で、そうすると、うわ、傘パクられたってなるんですよ。で、このパクられるっていうのは、カジュアルな言い方で、盗まれるっていう意味です。で、パクるとも言いますね。パクるだと盗むっていう意味です。で、このパクるっていうのは、盗むの他に真似をするっていう意味もあります。そう。なので、二つとも、パクるっていう言い方でよく表現しますね。はい。で、パクられたっていうこの表現もすごくよく使うんですけど、例えば友達と会話する時とかは、うわ、傘パクられた。うわ、自転車パクられた。とかね。こういう風によく使います。
もちろんね、本当に誰かが盗んだっていうよりかは、ビニール傘の場合は、間違えて持って行っちゃったっていうことがほとんどだと思うんですけど、でも、この時でも大体の日本人は、パクられたって言いますね。それで最近よく見かけるようになったのが、アンブレラマーカーっていうアイテムです。このアンブレラマーカーっていうのは、傘の持ち手につける小さな目印のことです。で、シリコン素材のリングとか、あと、可愛いチャームのようなものが多くて、これをつけておくと、同じようなビニール傘の中でも、あ、これが私の傘だってすぐわかるんですよね。なので、目印になるんですよ。で、本当にデザインもいろんな種類あって、キャラクターものやおしゃれなもの、あとは名前をかけるタイプなどもあるそうです。で、梅雨の時期には傘を間違えられないようにするための、小さな便利アイテムとして最近人気があります。そして二つ目は靴選び問題です。もう本当に、梅雨の時期って、毎朝必ず天気予報をチェックしなきゃいけないんですよね。で、今日は雨が降りそうだから、レインブーツで行こうって思って、で、長いレインブーツ履いて出かけるじゃないですか。そうすると、なぜか午後にはめっちゃ晴れて、もう全然雨が降らないみたいなね。でも私一人だけ長いレインブーツで恥ずかしいみたいな。そういったこともあったりします。はい。で、逆に、今日はそんなに雨降らなそうだし、普通のスニーカーでいいかなって思って、スニーカーで出かけるじゃないですか。そうしたらそういう日に限って、もう急に土砂降りの雨とかね。もうすごい強い雨が降ってきて、で、もう水たまりの中、ジャボンってスニーカーで入っちゃったり、そういったことをするんですよね。でもそうするともう最悪ですよね。もう一日中靴下がびしょびしょなんてこともあったりするので、うん。もうこれってね、本当に地味に辛いんですよ。そう。なので、梅雨の時期は、もう毎朝玄関で、今日はどの靴で行けばいいんだろうって悩む人多いんじゃないかなって思いますね。そして三つ目は、部屋の中の洗濯物です。はい。これがね、もう本当に大変なんですよ。うん。日本では、普段はベランダとか外に洗濯物を干して、太陽の光でしっかり乾かすっていう家庭が多いんですね。でも、梅雨の時期は、やっぱり雨の日が多いので、外に干せないじゃないですか。なので、どうしても部屋の中に洗濯物を干すことになるんですね。で、こうやって部屋の中に洗濯物を干すことを部屋干しと言います。ただね、この部屋干しが本当に結構大変なんですよね。部屋の中が洗濯物でいっぱいになっちゃうので、まず場所を取りますよね。それに一番困るのが、なかなか乾かない洗濯物の匂いです。で、ちゃんと乾いていない洗濯物って、なんかね、ちょっと嫌な匂いがするんですよね。うん。なので、この梅雨の時期になると、日本のスーパーとかドラッグストアでは、部屋干し用洗剤とか、あと匂い対策の柔軟剤などが、たくさん並びます。はい。こういうこともあってね、梅雨の朝は、起きたらまず天気予報をチェックしますね。うん。で、今日は雨は降るのか、洗濯しても大丈夫なのか、外に洗濯物を干してもいいのかっていうね、こういったことを確認するのが結構大事な朝のルーティンかなと思います。あと、これはすごく個人的な話なんですけど、私は雨が降る前に頭が痛くなるタイプなんですよ。
で、雨が降る前の日とか、雨が降る数時間前とかね、そう、それくらいから、頭がね、どん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 ズキ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 してくるんですよ。で、あ、そろそろ雨降るかもって、自分の体でわかる時があるんですよね。うん。で、日本では天気や気圧の変化によって、頭が痛くなったり、あと体がだるくなったりする不調のことを、天気痛とか、あとは気象病って言ったりします。特に梅雨の時期は低気圧の影響で頭が痛くなったり体が重く感じたりする人って結構多いんですよね。こういう時によく使う日本語がだるいっていう表現です。だるいっていうのは体が重いとかなんとなく元気が出ない、なんかすっきりしないっていう意味ですね。例えば SNS でも今日気圧のせいでめっちゃだるいとか頭が痛くて超だるいみたいなね。こういった投稿をよく見かけます。なのでもしこのポッドキャストを聞いている方の中にも梅雨の時期になるとなんとなく体が重いとか頭が痛いっていう方がいたらあんまり無理しすぎないでくださいね。それは決して怠けているからとかではなくって、天気とか、あとは気圧の影響かもしれないので、そういった時は温かいお茶とかを飲みながら、できるだけゆっくり休んでください。ここまでね、梅雨の大変なところばっかり話しちゃいましたね。ごめんなさい。実はね、私、雨があんまり好きじゃないんですよ。そう。だから、大変なところばっかり出てきちゃった。はい、ごめんなさい。でも、梅雨にはもちろんいいところもあります。やっぱり梅雨ってジメジメしていて、ちょっと気分とかも下がりやすい季節ではあるんですけど、でもこの時期だからこそ楽しめるものもたくさんあるんですね。で、その代表がアジサイです。皆さんアジサイ知っていますか？すごく可愛いお花なんですけど、アジサイって晴れた日に見るのもすごく綺麗なんですけど、雨に濡れている時の方が、雨に濡れている時の方が、青とか紫、なんかピンクの色がより鮮やかに綺麗に見えるような気がします。そう。で、この時期になると、東京の近くだと鎌倉、関西だと京都など、紫陽花が綺麗に咲いているお寺がたくさんあるのでね、そういったところに行く人も多いです。で、傘を差しながら雨に濡れた紫陽花の中をゆっくりと歩くと、梅雨の時期にしか味わえない、静かで特別な雰囲気を感じることができるんですね。それから東京や大阪のような大きな街では雨の日ならではの楽しみ方もあります。例えばお店によっては雨の日キャンペーンをしていることがありますね。これは雨の日限定で割引があったり、ポイントが多くもらえたり、あとカフェとかレストランではちょっとしたサービスがつくこともあります。もちろんすべてのお店でやっているわけではないんですけど、こういうキャンペーンを見つけると少し得した気分になりますよね。雨の日ってどうしても気分が下がりやすいんですけど、でも今日は雨の日だからあの店に行ってみようかなって思えるきっかけになるのはちょっと嬉しいことですよね。あとは自然のことを考えると、梅雨の雨は決して悪いことばかりではありません。梅雨の雨は植物や作物にとってとっても大切な水になります。特に日本ではお米を作る稲作に水がたくさん必要ですよね。で、この時期にしっかり雨が降ることで田んぼに水が入っ
て作物が育つ、その助けになるんですね。そしてこれからやってくる夏の水不足を防ぐためにも、梅雨の雨は大切な役割を持っています。だから日本ではこういうありがたい雨のことを恵みの雨っていうことがあります。やっぱり梅雨の時期はジメジメしてて大変な季節ではあるんですけど、でも自然にとっては必要な雨でもあるんだなって思いますね。はい、今日はですね、日本の梅雨についてお話ししました。いかがでしたか？皆さんの国にも梅雨のように雨が続く季節はありますか？もしあればぜひコメント欄で教えてください。はい、それでは本日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。また次のポッドキャストでお会いしましょう。バイバーイ。